ポポズガーデンへようこそ。この庭ではあなたのためのリーディングをテーマにカードと向き合う時間をお届けしています。肩の力を抜いて誰かとおしゃべりするような気持ちでカードの声を受け取ってみてください。私は愛という言葉が好きです。ラブという言葉もありますが、日本語の愛という言葉にはなんだか不思議な力を感じます。愛している。そう言うと愛をし続けているような、家族への愛、恋人への愛、動物や自然への愛、そして自分自身への愛。あなたの中にはどんな愛があるのでしょうか。一緒に見つめていきたいと思います。今回はカードの名前が見えないようにハート型の箸置きで隠してみました。あなたに一番響く一枚を選んでみてください。迷った時はこちらのハートからどうぞ。それでは1番さんから始めましょう。2番さん、3番さんは概要欄から進めるようにしてあります。気になるカードのところへどうぞ。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚は愛されるべきあなたに贈られる愛の言葉。これはまだめくらずに一番最後に。それでは1番さん、リーディングを始めます。最初に選んだカードはリーディングの中心となる大切な1枚です。このカードを支えるように後のカードたちもメッセージを伝えてくれます。こちらはグッドタロットオラクルカード、ダイアルカナ3番、エンプレス女帝です。花や葉っぱに包まれた女性がすべてを包み込むような眼差しでこちらをまっすぐ見つめています。その両手には小さな麦の束が握られていますね。この女帝のカードが伝えているのは、満ち足りてゆく心と育む愛。あなたの中にある育てたり守ったり大切にしたいと願う気持ちが大きなテーマになっています。それはかけがえのない家族かもしれません。愛おしい動物や植物、あるいはあなた自身のことかもしれませんね。ではその愛はあなたからどのように外へ向かっているのでしょうか。次のカードではあなたが与えている愛を見ていきます。こちらは真実の愛オラクルカードです。出てきたのは家族のカード。描かれているのは木の枝に腰掛ける人たちや芝生の上で寄り添う人たち、その周りを花や葉っぱ、動物たちが取り囲んでいますね。まるで一つの大きな命の輪の中に大切な存在たちが集まっているようです。このカードが伝えているのは、あなたが与えている愛がつながりを生み出しているということ。家族という言葉には血のつながりだけではなく、
心のつながりも含まれています。あなたが普段何気なく気にかけている人、思い出すだけで胸が温かくなる存在、遠くにいても心の中で大切にしている誰か、その人たちや存在たちにあなたの愛はちゃんと届いています。たとえ会いたい時に会えなくても、言葉にできない日があっても、あなたが思うこと、気にかけること、忘れずにいること、それもまた愛の形。女帝のカードが示した育む愛は、こうして外へ向かい、つながりを育て、あなたの世界を豊かにしています。そして次のカード、こちらは日本の浄土オラクルカードです。ここではあなたが受け取っている愛を見ていきます。浄土の世界から届く少し深いメッセージとして受け取ってみてください。45番、七色に輝く虹。調和が生み出す美しさ。浄土の世界では様々な色の光が美しく輝いているとされています。このカードの虹も七色の光が並んでいますね。赤、橙、黄色、黄緑、水色、紫、ピンク。それぞれ違う色なのに、一つの弧を描いて美しく調和しています。このカードが伝えているのは、あなたの周りにある愛がすでに調和を生み出しているということ。あなたが誰かに向けてきた優しさ、誰かがあなたに返してくれた思いやり、家族や大切な存在とのつながり、そしてあなた自身を大切にしようとする気持ち、それらがつながって一つの美しい虹を作っています。あなたは今、愛を受け取っている側でもあります。それは誰か一人から注がれる大きな愛だけではありません。誰かの何気ない一言、ふと目に入った花の色、窓から差し込む光、温かい飲み物にほっと心が緩む時間、そうした小さな優しさや美しい瞬間がグラデーションのように重なり合っています。そんな大きな調和の愛をあなたはすでにたくさん受け取っているんですよと、このカードは教えてくれています。そして次のカードはグッドタロットオラクルカードからもう一枚。ここでは愛があなたを導いている場所を見ていきます。出てきたのは大アルカナ2番、ハイプリーステス女教皇です。神秘という言葉が添えられています。このカードは先ほどの女帝のカードとは雰囲気が変わり、全体が透き通るような美しい水色の世界に包まれています。描かれているのはうっすらと羽を広げた、とても神秘的でどこか神聖な女性の表情です。その澄んだ瞳はあなたの内側をじっと見つめているようですね。この女教皇のカードが伝えているのは、あなたの直感や心の声を信じてみて
ということ。愛があなたを導いている場所、それはあなた自身の心の声です。これまで周りの人たちのために優しさを注ぎ、たくさんのつながりを大切にしてきたあなた。そして今、その温かな愛を今度はあなた自身にも注いであげてと伝えています。私は今どうしたい？何をしている時が一番心地いいかな？そうやって自分の感情に耳を傾け、大切にしてあげること。あなたはもう愛を育てる方法をよく知っています。それは周りの大切な存在に対してすでにそうしてこられたから。これからはその優しさをあなた自身にも向けてあげてください。それでは最後に残しておいたあなたに贈られる言葉を見ていきましょう。あなたの中にある愛が今のあなたに何を伝えようとしているのか、そんな気持ちで見ていきたいと思います。こちらは Whisper of Love オラクルカード8番 Love Who You Are、 あるがままの自分を愛するというカードです。描かれているのは荒波を力強く進む船の先端に立ち、両手を広げて夜空を見上げている美しい女性。彼女がまとっている大きなドレスの裾は色鮮やかなオーロラのようにきらめき、波しぶきを上げて天へと向かう船を優しく包み込んでいます。そしてこれまでの旅路を見守っていたような人々や動物たち、七色の虹の光が夜空に溶け込み、一つの絵画のようです。あなたの中にある愛が今あなたに一番伝えたいこと、それはもう十分に周りを愛し、愛を受け取ってきたあなただからこそ、その愛の真ん中にあなた自身を置いてあげてねということ。荒波を進む船のように一生懸命に踏ん張らなければいけない時もあるかもしれません。そんな時こそいつも頑張ってくれてありがとう。そう、自分の心に手を当ててください。あなたがあなた自身を愛することで、あなたの心の海は穏やかになり、人生という旅も少しずつ進みやすくなります。あなたは愛されるべき存在、そしてすでにたくさんの愛を育ててきた人、そのことを忘れないでいてくださいね。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日までありがとうございました。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚は愛されるべきあなたに贈られる言葉
これはまだめくらずに一番最後に。それでは2番さんリーディングを始めます。最初に選んだカードはリーディングの中心となる大切な1枚です。このカードを支えるように後のカードたちもメッセージを伝えてくれます。こちらはグッドタロットオラクルカードダイヤルかな6番ラブ愛のカードです。一人の女性が大きなライオンに身を預け安心しきった様子で眠りについています。このカードに添えられている言葉はワンネス、すべては一つ。そしてカードが伝えているのは深いつながりと安心できる愛。誰かを守りたい、支えたい、そして心から安心させてあげたい。そんなあなたの中にある温かな愛が大きなテーマになっています。それはかけがえのない恋人かもしれません。家族や大切な友人、あるいは愛おしい動物たちや今もあなたの心の中で生き続けている特別な誰かかもしれません。ではその守りたいという愛はどんな風に届いているのでしょう。次のカードではあなたが与えている愛を見ていきます。こちらは真実の愛オラクルカードです。ワンネス、すべては一つという意味のカード。ここでもワンネスが出てきましたね。このカードには果てしなく広がる宇宙のような世界が描かれています。深い青やエメラルドグリーンの星雲、そして優しく滲むピンクや紫の光、まるですべての命のふるさとのようなどこか懐かしい景色です。このカードが伝えているのは、すべては見えないところでつながっているというメッセージ。あなたが守りたいと願うその存在。姿は見えなくてもあなたの中にいる大切な誰か。その人を思い出すと胸が温かくなる。それは愛がまだここにあるということ。あなたが与えている愛は目に見える形だけではなく、思いとして、祈りとして、優しい記憶として、その存在へ届き続けています。そして次のカード。こちらは日本の浄土オラクルカードです。ここではあなたが受け取っている愛を見ていきます。浄土の世界から届く少し深いメッセージとして受け取ってみてください。25番、虚空に浮かぶ太鼓。仲間がいることの素晴らしさ。カードには青い空のような世界に白い鳥のような形と太鼓のような楽器が浮かんでいます。浄土の世界ではこうして楽器が空に浮かび、清らかな音色を響かせているんだそうです。太鼓は一つでも音を鳴らすことができます。けれど他の楽器や声と合わさることで、その響きはもっと豊かなものになっていきます。このカードが伝えているのは、あなたが受け取っている愛は誰か一人からだけではなく、いろいろな人や
存在から響き合うように届いているということ。いつもあなたのそばにいるからね。一人で頑張らなくていいんだよ。そんな温かな音色にあなたは包まれています。あなたはもう一人で愛を抱えなくてもいい。そう教えてくれています。そして次のカードはグッドタロットオラクルカードからもう一枚。ここでは愛があなたを導いている場所を見ていきます。出てきたのはファイヤーのページ。大きな満月を背にした一人の女性が描かれています。彼女の足元にはホワイトタイガー、周りには七色の光や蝶が舞っていて、新しい始まりや内側から湧き上がる力を表しています。ファイヤーのページは心の奥にある願いに向かって一歩を踏み出す、そんなカード。そしてその一歩はあなたが守りたいと願う存在、その人への愛が導いているものです。あなたは一人じゃない。たくさんの愛に支えられている。だからこそあなたが本当に向かいたい場所へ安心して進んでいってください。このカードは背中をポンと押してくれています。はじめのライオンは安心した表情で眠っていましたね。あなたの中にもまだ目覚めていない力があります。でもここではホワイトタイガーがまっすぐあなたを見つめています。あなたの中に眠る力を信じているかのようです。それでは最後に残しておいたあなたに贈られる言葉を見ていきましょう。あなたの中にある愛が今のあなたに何を伝えようとしているのか、そんな気持ちで見ていきたいと思います。こちらは Whisper of Love オラクルカード。はい。35番 Speak the Language of Love、 愛の言葉を話すというカードです。このカードにも大きな満月が浮かんでいますね。夜の森の中で仲睦まじげに寄り添う二人の手の上には一輪の花、その中には生まれたばかりのドラゴンがいて、小さな命を愛おしそうに見つめています。カードの下にはこんなメッセージが添えられています。優しい言葉はあなた自身の人生を含め周りのすべての人生を変える力を持っています。言葉そのものはいつしか記憶から薄れてしまうかもしれません。けれどその言葉をかけられた時に心がどれほど温かくなったか、どんなに安心したかという記憶は消えることはありません。今あなたに贈られている愛の言葉、それはあなたがこれまで大切な存在へ届けてきたたくさんの愛の言葉や祈りは今もちゃんと届いているよ。そんな目に見えない世界からのありがとうのメッセージです。そしてこれからはその温かな愛の言葉を他の誰かのためだけではなく、
あなた自身にもたくさんかけてあげてね、とも伝えています。よくやってるね。頑張ってる。自分をいたわる言葉、自分を励ます言葉、その優しい響きがあなたのこれからの一歩をもっと豊かなものにしてくれます。はい、このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日まで。ありがとうございました。今回もカードたちの言葉を順番に見ていきましょう。ここからカードをシャッフルしていきます。この時間は早送りでお届けしますね。最後の1枚は、愛されるべきあなたに贈られる愛の言葉。これはまだめくらずに一番最後に。それでは3番さん、リーディングを始めます。最初に選んだカードはリーディングの中心となります。このカードを支えるように他のカードたちもメッセージを伝えてくれます。こちらはグッドタロットオラクルカード、ダイヤルかな20番、コール、招きのカード、ジャッジメント、審判にあたるカードですね。真っ白い羽の生えた天使のような女性が天に向かってラッパを吹いています。こちらですよと呼びかけているようですね。あなたの中にあるどうしても惹かれてしまうもの、気づけば足が向いてしまうもの、そんな思いが大きなテーマになっています。それは誰か一人への思いなのか、大切な場所なのか、これからの生き方なのか、あなたの心が向かう先を一緒に見つめていきましょう。次のカードではあなたが与えている愛を見ていきます。こちらは真実の愛オラクルカードです。This is me。自分を生かすというカード。画面いっぱいに広がるのはピンク色に染まった夕暮れのような景色です。丘の上に立つ一人の女性がきらめく杖を掲げると、空をまたぐようにして鮮やかな虹がかかっています。彼女に寄り添う真っ白な犬の姿も見えますね。このカードが伝えているのは、あなたらしく生きることを恐れなくていいというメッセージ。人と違ってもいい。遠回りをしてもいい。あなたにはあなただけの役割があり、あなただけの歩き方があります。そしてあなたが心の向かう方へ進んでいくこと、それこそが周りの人へ届けることのできる大きな愛。この真っ白な犬もあなたなら大丈夫と信じてくれているみたいですね。そして次のカード、こちらは日本の浄土オラクルカードです。ここではあなたが受け取っている愛を見ていきます。浄土の世界から届く少し深いメッセージとして受け取ってみてください。22番、宝珠林の中の宮殿。
富を得ることの意味を考える。描かれているのはまばゆい黄金の仏様。その頭上には緑の葉っぱの木が広がり、美しい虹もかかっています。宝珠とは光を放つ宝の木。浄土の世界にあるこの宮殿はたくさんの宝珠に照らされて遠くまで輝いているんだそうです。このカードが教えてくれている、あなたが今受け取っている愛、それは誰かの優しい言葉だけではありません。あなたが安心して眠れる場所があること、おいしいご飯を食べられること、空を見上げて綺麗だなぁと感じられること、そんな毎日の小さな豊かさもあなたへ届けられている愛の形です。私たちはつい、もっと頑張らなきゃ、まだ足りないと外側ばかりを見てしまいます。でもこのカードは、あなたはもうたくさん受け取っているよと教えてくれています。カードの右下をよく見ると、ここにも犬が仏様のそばにいます。見過ごしてしまいそうなくらい小さく書かれていますね。小さな愛に気づいて、そう伝えてくれているようです。そして次のカードはグッドタロットオラクルカードからもう一枚。ここでは愛があなたを導いている場所を見ていきます。出てきたのはダイアルカナ18番、ムーン、月のカード。大きな満月が浮かぶ夜空。その中にある三日月に青いドレスをまとった女性が腰を下ろしています。何やら自分の手元を気にしていますね。この月のカードが伝えているのは、答えはもうあなたの手の中にあるというメッセージ。気づけば遠くに答えを探しています。私はどこに進みたいんだろう。そんな風に空を見上げることもありますよね。でもこの女性は月ではなく自分の手を見つめています。そこから新しい星が生まれているからです。あなたが心の奥で感じている憧れ、理由は説明できないけど、なぜか惹かれてしまうもの、その小さな光は誰かから与えられたものではありません。あなたの中に育ってきた愛の光です。だから今はまだ形になっていなくても大丈夫。見えない時間にもちゃんと意味があることをこのカードは伝えています。あなたの愛はあなたの心が向かう場所へとあなたを導いてくれますよ。それでは最後に残しておいたあなたに贈られる言葉を見ていきましょう。あなたの中にある愛が今のあなたに何を伝えようとしているのか、そんな気持ちで見ていきたいと思います。こちらは Whisper of Love オラクルカード。はい、36番 Turn on your heart light、 あなたの心の光を灯すというカードです。いろんな羽を髪に飾った一人の女性が胸に手を当て、
穏やかな表情で目を閉じていますね。カードの下にはこんなことが書かれています。あなたがこれまでに受け取ってきた愛、温かいと感じた瞬間を思い出してみてください。最後にあなたに贈られる愛の言葉、それは愛を思い出してというメッセージ。誰かの笑顔、嬉しかった言葉、それは大切な人と過ごした時間かもしれません。今はもう直接会うことが叶わない存在との宝物のような記憶かもしれません。でもその愛の記憶は消えることなく、あなたの心の明かりをもう一度灯してくれます。そしてその明かりはあなた自身を照らすだけではなく、あなたの周りの人にも広がっていきます。愛を思い出すことは、愛を受け取る準備をすること、そして愛を世界へ返していくことでもあります。このカードはこう伝えています。あなたの心の光は、あなたが思っているよりずーっと強く、ずーっと美しい。あなたが大切にしてきた人たちへ、あなたが愛してきた場所へ、そしてあなた自身の未来へ、あなたの愛を届けてください。このようなリーディングとなりました。必要だと感じた言葉だけ持ち帰ってくださいね。この庭はいつでも静かに開いています。また思い出した時に戻ってきてください。それではお目にかかれる日まで。ありがとうございました。